皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年11月25日にゼップ羽田で開催されましたゼップツアー3日目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。ゼップ羽田 2days の1日目となります。今回もゼップ羽田 Day2 が終わった後に動画を作成していますので、記憶が混ざっているかもしれません。何卒ご容赦お願いします。それと、さえちゃん自らが MC 長くなるよって言ってたので、この動画もまた長くなっています。ですので、視聴いただく場合は適当に飛ばしながら見ていただければと思います。前回のゼップ大阪ベイサイドのお給仕から3週間ということで、待ちに待ったお給仕です。先週に PRS のイベントがあったので、晩明ロスは避けられましたが、お給仕ロスになりかけてました。さえちゃんとかミンチョのポストを見ると、名古屋大阪から瀬戸りを変えてきそうなので、それも楽しみですが、ミンチョがシグネチャーモデルを披露してくれるということなので、それもめちゃくちゃ楽しみです。多分シリアルナンバー0か1の初号機なんでしょうね。いや、いいですね。今回の遠征は当日移動にしましたので、一発勝負の LCC ではなく ANA で羽田空港まで行くことにしました。早割りで取っていたので新幹線よりはるかに安かったです。ですので、お給仕当日の11月25日早朝、遠い関西空港ではなく伊丹空港を目指します。明日は雨っぽいですが、この日はいい天気です。ちなみに仕事は月火水の3日休みを取って、土曜日から数えると5連休にするという暴挙に出ました。10時伊丹空港発の便で羽田空港に向かいますが、私が飛行機に乗るときはいつもほぼ曇りなのですが、この日はすごくいい天気だったので、富士山とかがめちゃくちゃ綺麗に見えましたし、エンドレスストーリーの MV のロケ地、大島の裏砂漠もバッチリ見えました。11時過ぎに羽田空港に着きまして、昼は空港でなんとなくタンメン屋さんで野菜増し増し辛タンメンをいただきました。私が知らないだけかもですが、大阪にあまりタンメン屋さんってないので、一応東京らしいと勝手に思って満足します。それでモノレールで天空橋駅まで行って、会場のゼップ羽田に行ってみます。12時半くらいでしたが、すでに30人ぐらい並んでます。ホテルは今回、ゼップ羽田に隣接している京急 EX イン羽田を取ってますので、とりあえずチェックイン前に荷物を預けて、と思ったら、隣接しているホテルは、京急 EX イン羽田イノベーションシティで、私が取ったのは京急 EX イン羽田。間違ってました。やってしまったって感じです。でも歩いて10分ほどの距離にあるホテルでした。セーフです。ですので、ホテルに荷物を預けに行くのは諦めて、とりあえず荷物を持ったまま物販列に並び直すことにしました。列は50人くらいになってましたね。1時間ほど待って先行物販が開始されます。今回はご当地 T シャツとゼップツアーくじ10枚だけ購入することにしました。くじの結果は、大当たりなしの中当たりという感じでした。缶バッジが結構揃ったので、よしとします。それで15時くらいになったので、ホテルにチェックインして荷物を置いて、カメラやスマホなんかを充電して、ご当地 T シャツに着替えて再度会場へ向かいます。それで今回もニッシーさんが来られてましたので、駐車場で集合写真を撮ってもらいます。車が通るので合間を縫っての撮影となりましたが、今回はめちゃくちゃ人多かったです。あと、マキゼロさん、レイさん、ニッシーさんの気合の入った車たちがあったので写真撮らせていただきました。海外のお名手様たちも写真撮られてましたね。気合を感じます。それでいよいよ入場となりますが、今回の正番は A515 番といつもの調子に戻ってますので、ゆったりとした感じで待ちます。会場に入ると結構後ろをキープしている人もいたりして、小鳩さん前の25列目くらい、3本目くらいの柵前をキープできました。柵前は荷物を柵にかけたり、柵を持ってジャンプしたりできるので結構好きです。515番にしてはなかなかいい位置をキープできたと思います。ステージはやっぱり半透明の白い幕が降りていて、その後ろにうっすら機材が見える感じです。なので基本演出は同じだと思いましたが、ストーリーは変えてくるということですよね。あと X で小鳩さんが、ちなみにね、小鳩の何かが変わってるっぽよって言っていたので、何が変わっているのかを確認しなければと思っていました。あと、ちょうど私の前におられた仲良くさせていただいている音響機器に超絶詳しいお名手様から、ライブハウスのスピーカーやアンプの仕組みや、スピーカーから出る音の角度なんかも教えていただいて、音響バランス的にはなかなかいい位置なのかなと思いながら開演を待ちます。定刻の18時を5分くらい過ぎて BGM が止みます。会場は大歓声と拍手に包まれます。
SE が流れてきて手拍子となって白い幕に ZEP ツアーのアートワークニーナ城が大きく映し出されます。初めてこの演出を見た方も多かったと思いますので大歓声が上がります。幕の後ろに番目さんたちが入場してくるのが見えて、さらに歓声も手拍子も大きくなります。SE が止んでいつもの私の大好きなお給仕開始前の一瞬の静寂が訪れます。1曲目はやっぱりフォービドンテールで始まりました。幕に歌詞が大きく映されて、その幕の後ろでスポットに照らされた番目さんたちが演奏して歌う演出です。こんなん何遍見てもいいですよね。もう私的には完璧に予習できてますし、会場のご主人様お嬢様も同様で、ちゃんとや手拍子、手を上げるところ、途中の歓声を上げるところなんかも完璧でした。ミンチョのギターが気になったので確認したら、この時は赤の PRS でした。それでやっぱり場所的なのか音のバランスがよく感じましたね。しかしお給仕の初っ端を飾る曲としてフォービドンテールは最強だと感じました。2メロに入ってリズミカルになって思わず体が動いてしまうところとか、目まぐるしく変わる曲調がお給仕に必要ないろいろな部分の筋肉を全てほぐして準備万端にしてくれる感じがしています。体の準備が整ったところで続けての2曲目がなんとエンドレスストーリーです。いきなり変えてきました。エモい曲が初っ端から2連発です。しかも最初のあーちゃんのハイハット4発からのおー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 のところで幕が上がる演出です。いきなりクライマックスが来たような感じです。それでここで小鳩さんがはっきり見えたわけですが、明らかに髪型と髪色が違うのがわかります。まあ想像はしてましたが、やっぱりこれかと納得しました。でも私の位置からは小鳩さんというよりもあーちゃんの方がよく見える感じでしたので、この後のレポートはあーちゃんに関してのことが多くなってしまいます。とにかくあーちゃんの全力でドラム叩いてるところが大好きなんで仕方ないです。あと何度も言い過ぎて自分でも嫌になりますが、最後のシンガロングで小鳩さんが右手を上げて、あーちゃんもスティックを持った右手を上げてシンガロングを促すところが好きすぎます。会場も私もいきなり全力のシンガロングで、今度は声出しも完璧に仕上がります。というか仕上がりすぎてすでに声が枯れ出して息が切れる感じになってしまいました。続いての3曲目がシャンブルズです。ミンチョが前に出てきて思いっきりあのリフを弾き始めます。会場は大盛り上がりで思いっきりちゃんとです。お給仕映えがすごい曲が3曲続きます。今度はヘドバンで首の筋肉を温めます。っていうかいきなりクラクラするくらいになってしまいます。あと周りの人はあまりやらないですが、私的にはギターソロ前のあーちゃんのドンドンドンってバスドラに合わせて拳を上げてしまいます。それでミンチョが前に出てきてお立ち台に乗ってのギターソロです。ミサさんも前に出てきてベース弾いてくれます。もう会場の熱量も最高潮になってきます。落ちメロで全力の手拍子となりますが、この小鳩さんのバックボーカルも私的には大好きなところです。それでラッサビからのアウトロー、最後のサエちゃんのハーで完結です。いやいや、お給仕のシャンブルズも最強曲の一つです。それであのイントロが流れてきます。4曲目はセンスです。この曲でのサエちゃんが神々しく見えるのは私だけでしょうか。もう完全に全てが温まった会場はイントロで全力のチャントで答えます。B メロでのミサさんのベースがたまりません。それでサビ冒頭のシューターローフェイのところで思いっきり人差し指を立てて手を上げるところが盛り上がります。この曲もサビの最後のところでヘドバンしてしまいますので、軽くトランス状態になってしまいます。C メロの手拍子からのギターソロは構成的にも完璧です。でもラッサビの冒頭で一拍貯めるところがいつも手を上げるタイミングがずれてしまいます。まだまだ修行が必要ですね。それで最高におしゃれなアウトロで曲が終わって大完成となります。少し息切れしてしまったところに始まった5曲目はプロテクトユーです。息切れしてる暇はありません。全力でウーララです。サエちゃんも嬉しそうに会場からのシンガロングを楽しんでくれてます。私的には2メロに入ったところでのジャンジャンっていうリフに合わせて拳を上げるのですが、なんか私だけっぽかったのでなんか違うのかなと思いましたが、気にせずやることにしました。それでそれに続く歌ってるようなミンチョのギターがたまらなく好きですね。サビのサエちゃんのパワフルなボーカルも痺れます。で、エモすぎるミンチョのギターソロから落ちメロでの手拍子、小鳩さんのリズムギターの刻みからのラッサビで、あーちゃんのブラストビートとともに最後のウーララを一緒に歌って、最後はみんな静かになってサエちゃんの神々しいボーカルに聞き入れます。完璧ですね。何も言うことはありません。興奮が最高潮になった会場に小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽー、
ゼップツアー in ゼップ羽田っぽーで最初の MC となります。会場からは当然大歓声が上がります。続けて小畑さんの皆さんとっても楽しみにしていたと思いますっぽー。私たちもとっても楽しみにしてましたっぽーでまた大歓声です。続けてたくさんご帰宅いただいてありがとうございますっぽーとか、2階席のご主人様お嬢様もしっかり見えてますっぽー的なことを言ってくれていたと思います。それでこんなにたくさんのご主人様お嬢様を迎えてのゼップツアーも残り 2days となりましたぽーで大歓声となって、いつもの最高の夜にしたいと思いますが皆様準備はできてますかっぽーに会場は大歓声で答えますが、小畑さん的には物足りなかったようで、まだ準備できてないみたいですっぽねみたいに言って、改めて皆様楽しむ準備はできてますかっぽーで会場からさらに全力で歓声が返って、小畑さんも満足したようで、最高の夜にしましょうっぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで次のセクションスタートとなります。小畑さんの MC 中にミンチョがシグネチャーモデルに持ち替えているのが見えましたので、ここからはシグネチャーモデルのお披露目となります。MC 明けの6曲目はなんとインフルエンサーです。小畑さんのビッグスクラッチで始まって何メロと言っていいのかわからないのですが、冒頭のサイちゃんのボーカルのところを会場は手拍子で答えます。で A メロのところであーちゃんが16ビートでハイハットを叩くところ大好きなので、私的にはいきなり盛り上がります。私的トップ10に入り続けている曲ですし最高です。ミンチョの PRS シグネチャーモデルもいい音出てます。B メロのラップのところで手を振り上げるのも盛り上がります。でサビのあーちゃんのフロアタムのフレーズが好きすぎてあーちゃんガン見してしまいました。2メロが終わってサイちゃんのラップからミサさんが真ん中の立ち台に立ってベースソロになるわけですが、そこにミンチョが乗ってきてギターバトルになります。インフルエンサーギターバトルバージョンです。これ見て聴けるのはお給仕帰宅のご褒美ですよね。バトル中に後ろで小畑さんが踊っているのが見えました。小畑さんは何やっても可愛いです。でミンチョがピック加えてたのではっきりは見えなかったのですが指引きしてたのかと思います。かなりボリュームのあるギターバトルでしたし、最後のあーちゃんのドラムソロも圧巻でした。通常のソロに戻って左右の立ち台でミサさんとミンチョが演奏してくれるのでこれも最高です。最後のサイちゃんと小畑さんのロングトーンで最高潮になって、ラスサビからのアウトロで最後あーちゃんのドラムと全楽器ユニゾンのめちゃかっこいい締めで曲終わりとなります。最高です。ここでミサさんがベースを持ち替えてたと思います。円形のバックスクリーンに MV が流されてダニーのスクリームが響きます。そうです、7曲目はショーゼムでした。会場からのシンガーロングも声出てました。確かここだったと思いますが、サイちゃんが手を回す感じのダンスをしていたのがなんかめっちゃ可愛かったです。サイちゃんがこんなにものすごいハイトーンで歌うのに声量が落ちないというか、逆に余計にパワフルに感じるのがすごいと再確認できましたね。それで各ソロになっていつもあっという間に終わる感じなので、今回はじっくりと見ることにしたのですが、あーちゃんのドラムがパウリナの超力強いドラムフレーズを完璧に再現しているのが分かりました。あと後ろで小畑さんがニコニコしながら審判的にリズムギター弾いてるのも可愛かったです。最後のおーのところに入るミンチョのリードフレーズは私的には最高だと思ってまして、この繰り返しのフレーズで全く飽きさせない形になってますし、最後ミサさんのベースで終わるというのもよく考えられてるなと感心してしまいます。続けての8曲目は Go Easy でした。遅れないように最初からシンガーロングです。このシンガーロングは私的にはめちゃくちゃ気持ちいいです。で、冒頭に言ったように小畑さん前だけど前の人の頭でよく見えず、その奥のあーちゃんの方がよく見える感じだったのであーちゃんを見ていたわけですが、この Go Easy のドラムがめちゃくちゃすごいのが再認識できました。A メロは素直なんですけど B メロがちょっとカオスな感じになったり、ドラムフィルのリズムもなんか特殊ですし、右側のシンバルをめちゃくちゃ速く叩いたりするところがあったりと、ドラムの変態リズムとかが好きな私にとって大好物なドラムフレーズです。あとサビ後半で少しだけですが手を掲げながらヘドバンするところも大好きです。この曲はお給仕でも突然終わる系ですので、ピタッと終わって一瞬静かになったところにミンチョのリフです。9曲目はドミネーションです。やっぱりバックの円形のスクリーンにはリボンのマークが映されてます。ドミネーションですからね。リボンのマークは絶対に欲しいところです。それでこの曲はみんな前に出てきてサイちゃんも煽りまくってきますので、会場はさらに盛り上がって全力でのチャントです。で、宣告せよはみんな大声で叫びながら人差し指を思いっきり上げます。いいですよねこれ。
で、当然大声でハローハローです。盛り上がらざるを得ません。それでギターソロ前のメタル的なところのあーちゃんのドラムは痺れますし、ギターソロの時はミンチョが真ん中のお立ち台に立って弾いてくれるので、会場の興奮は最高潮になります。それで落ちメロからのラスサビ、B メロからのアウトロで会場からの全力でのチャントとなって、最後最高にかっこいい締めで曲終わりとなります。ドミネーションのないお給仕は少し物足りない感じがするので、やってくれると本当にありがたいです。ここで小鳩さんがアコギに持ち帰るのが見えます。10曲目はメモラブルです。かなり限界に来ていた体力を回復しながら、サイちゃんの癒される歌声に聞き入れます。この曲は本当にサイちゃんの歌のうまさが際立つ曲だと思います。会場は横揺れしながらメモラブルの世界に浸って、みんなの目がうるうるしている感じが伝わります。それで演奏が激しくなってきて、ミンチョのギターソロとなるわけですが、その後の落ちメロでの小鳩さんのアコギがすごい味わい深いのを今更ですが再認識しました。こんなにアコギが目立つ曲で小鳩さんのギターの実力を思い知る感じです。それでラスサビとなるわけですが、今となっては私的大好物となったサイちゃんのフェイクに聞き入って曲終わりとなります。体力的にきつくなる10曲目あたりにメモラブルを持ってきてくれるサイちゃんの優しさに感謝です。続けての11曲目はレターズトゥーユーでした。B メロでサイちゃんが少し早口な感じになるところとかめちゃくちゃお気に入りですし、その後ろであーちゃんの16ビートのハイハットとかフロアタムのタムフレーズとかが私的には大好物です。これまでのレポートでミラージュがお給仕での清涼剤的な感じになるみたいなことを言っていたと思うのですが、このレターズトゥーユーもそんな感じがします。空気が綺麗になるというか、爽やかな風が吹くというか、なんかめちゃくちゃおしゃれな曲な感じがします。ラスサビでサビが繰り返されるところからアウトロに乗せてのサイちゃんのファルセットもおしゃれ感が増し増しです。サイちゃん作詞の曲って結構攻撃的な詩が多い気がするのですが、この曲の作詞は少しこれまでと違うステージに入ったのかなと思いました。はい、個人的感想です。曲終わりでの歓声と拍手の中、サイちゃんの羽田盛り上がってるかの雄たけびで2回目の MC 開始です。で、サイちゃんが楽しい気分とかまだまだ盛り上がれるよねとか聞いてきます。当然会場からは賛同の歓声が上がります。それで続けてサイちゃんが今日はここからちょっと長く話すよって言ってきて、会場から笑いが起きます。後ろを見るとあーちゃんとミンチョがドラムのところでウィダインゼリーみたいなのを思いっきり飲んでました。まあそうなりますよね。で、サイちゃんが皆様お気づきの方もいらっしゃると思いますがみたいに言ってきて、ミンチョの PRS シグネチャーモデルの話になることがわかります。会場も当然わかっているので大歓声が上がります。それでミンチョが呼ばれて真ん中のお立ち台にギターを持って立ちます。サイちゃんがマイクを持ってミンチョが話し始めるのですが、いつものミンチョ節でこんにちは、こんばんは、ギターのかなみですみたいに挨拶します。それでついに今日はなんと私のシグネチャーモデルのお披露目ですってめちゃくちゃ笑顔で言ってくれて、会場はものすごい歓声とおめでとうの叫びが上がります。それでミンチョが感極まったみたいになって、少し離れていたサイちゃんにサイちゃん隣にいてとか言ってサイちゃんに寄り添ってもらって話を続けます。 PRS からシグネチャーモデルが発表されまして夢が叶いましたって感激して、すごく素敵なギターだと思う人って聞いてくるので、当然会場は大歓声で答えます。小鳩さんが日本人初っぽとかって付け足してくれてました。それでミンチョが夢が叶ったのはここにいるご主人様お嬢様のおかげです的なことを言ってくれて、これからも精進いたしますので何卒よろしくお願いしますみたいに育ちの良さがにじみ出るトークをしてくれました。それでここでミンチョがちなみに購入された方っていますかって会場に聞いてきたので、運よく購入できた私も含め結構手が上がったみたいで、小畑さんがいっぱいいるっぽーって驚いてました。ミンチョは信じられないみたいな感じで上がっている手を見に行って、私も認識してもらいました。ここで手を挙げてミンチョに認識してもらっただけで買った金額の何倍もの価値があると感じましたね。もうこれでミンチョは完全に感極まったみたいになって後ろに下がります。で、サイちゃんがみんなが嬉しいことするからかなみちゃん泣いちゃったよみたいなことを言ってましたが、ミンチョは本当に泣いてたみたいです。なぜなら後ろを向いて鼻を噛んでたのが見えたからです。本当に感激したんですね。本当に素晴らしいことだと思います。それで小畑さんが PRS のイベントに行った時の話をしてくれて、かなみちゃんよりあーちゃんが一番泣いてたっぽーって教えてくれて、会場から温かい笑いが起きます。あーちゃんも自らすっごい早かったよね、なんなら発表前から泣いてた、
出てきた瞬間泣いてたとか言って会場を笑わせます。小鳩さんもずっと泣いてたっぽねとか言ってました。で、さえちゃんがみんなで写真撮ったのに、あーちゃん泣きすぎて SNS 載せられなかった。目は腫れてるし鼻は赤いし、なんか誤解を招くので、みたいに言って会場は大爆笑です。あーちゃんは本当に涙もろいんですね。素敵です。でもさえちゃんが、かなみの喜びが薄れるわとか言って会場は笑いに包まれます。で、続けてさえちゃんが、うちのドラムの人は誰よりも早く泣くってことを覚えて帰ってくださいって言って、また爆笑となります。さえちゃんはいじるのうまいので面白いですよね。で、ここまででだいぶ長くなってましたが、さえちゃんはまだまだ長くなるので、トイレとか行きたい人は行ってくださいねとか言ってきます。こんなに面白いのに行くわけないですよね。で、グッズの話になります。またまたいっぱい出して気合い入れすぎだっちゅうの、服屋かよってボケてきてくれます。このくだりを毎回変えてきてくれるのさすがだと思いました。小鳩さんからはノリツッコミもできるっぽねとかお笑い好きらしいツッコミが入ってました。で、まずは ZEP ツアーのアートワークになっているニーナの T シャツの説明から始まります。確かさえちゃんが謎の女とか言ってましたね。バンドメイドのミューズとして生まれたとかも言ってました。で、あとは何だったかなみたいに会場に聞いていく感じになって、会場からはまずゲンブって声が上がって、さえちゃんがゲンブちゃんとか言ってました。小鳩さんがゲンブって何ですかポーって促して、さえちゃんが亀とヘビがガチャンってなったやつですって雑な説明をしてくれます。で、バンドメイドのロゴはゲンブちゃんの爪痕ということでした。これは私的には新情報です。で、次にローズティーということになって、さえちゃんが会場を指さして、来てくれてるね、似合ってますとか会場に話しかけてくれます。後で分かったのですが、この時に声かけてもらってた人は、仲良くさせてもらってるお名手様仲間だったとのことです。羨ましいじゃないですか。で、次はみたいになったので、私が浮世絵って叫んだら拾ってもらいました。多分。で、浮世絵 T シャツの絵柄が誰か分かりますってさえちゃんが会場に聞いたら、会場からハトって声が上がって、さえちゃんが思わず笑って、すみません、小鳩って言ってあげてもらえますみたいに受けます。小鳩さんも、ハトじゃないっぽねとか言って、さえちゃんが、私はおいハトとか言っちゃいますけど、皆様はできれば小鳩って呼んであげてくださいねとか言って、会場は笑いに包まれます。で、小鳩さんが、そういうこと言うと逆にみんなハトとか言ってきちゃうっぽーとか言ってきたので、会場は期待に応えて、ハトーって叫びます。で、小鳩さんが、それだと振り向かないっぽーって言ってきますので、会場から優しいご主人様が、くるっぽーって呼んでくれて、小鳩さんは機嫌を直します。で、さえちゃんが、くるっぽハトさんですねとか言ってきたので、小鳩さんが芸名みたいになってるっぽーって突っ込んできて、また笑いが起きます。グッズの紹介なのか漫才なのかわからない感じになってきます。それで小鳩さんがポーズを真似するのですが、見るからに違うポーズで、さえちゃんから、そんなんじゃないんだよって笑われます。で、名古屋、大阪でもやってくれたけど、そんな派手な感じじゃなくて、もっと澄ました感じなんだよって言われて、一応それらしく小鳩さんが修正したので、さえちゃんも可愛いからもういいかなって投げやりな感じで言って、一旦終わらせます。それで確かこの時くらいに、あまりに長いからか、あーちゃん、ミサさん、ミンツの3人が、下手のステージ前方でなんかやってて、みんなの視線がそっちを見てる感じになったので、小鳩さんが、そっちは休み時間中だから見なくていいっぽーとか言ってきます。で、次ということで、会場からドットって声が上がって、ドットロンティの紹介になります。みんなロンティ着る機会はあまりないかもですが、フェイスタオルもありますっていうことで、あーちゃんがドラムのところに戻って、ドットへのフェイスタオルを広げて見せてくれます。確かにお給仕では着ないですけど、遠征の行き帰りとかでは着ますよね。で、最後はご当地 T シャツの話になって、さえちゃんが、明日もあるよご当地 T、今日のとは違うよとか言ってきます。これは私も会場も驚いた感じで、まさかの同じ会場で違うご当地 T を出すという証拠です。これぞバンドメイドですね。明日も物販並ばなければと思いました。で、色の話になって、黒地に金色のロゴということで会場に聞いてきます。羽田じゃなくて東京全体というヒントが出て、会場から浅草のアサヒビールって正解が出ます。小鳩さんもそんなにすぐわかるっぽねーとか驚いてましたが、小鳩さんもさえちゃんも会場もあのワードを言えないので、浅草のアサヒビールのやつみたいになって会場からも笑いが起きます。で、最後9時の話になって、かぶりはあるけど外れなしということでした。で、いっぱいサイン書いたって言ってました。それで当たった人って会場に聞いてきますが、あまり手が上がってませんでした。
って外れなしなのに当たった人っておかしくないですかと思いながらも、あんまり当たってないみたいなので、後で引こうか悩んでしまいました。結果的には引けませんでしたが。で、最後にさえちゃんが、自らで掴み取れーって叫んでグッズの紹介は終わります。で、ここでおまじないタイムに入る感じになって、さえちゃんが思い出したように小鳩さんに、君さ、髪型の話しなくていいのって言ってきます。ですよねって感じです。髪色も違うし、明らかにツインテールが短くなってます。さえちゃんも、あんなに分かりやすい匂わせしてたけど、髪しかないだろうって突っ込んでました。で、小鳩さんが結構切ったので、犬の耳みたいになっちゃったっぽーとか言ってしまったので、確かミンチョだったかあーちゃんだったかに、ワンコとか言われて、子犬ミクって言われてしまいます。小鳩さんも、もはや鳩でもないっぽーとか言って戸惑ってましたが、本当に可愛い子犬みたいでした。それでさえちゃんからお手って言われて、小鳩さんは最初は抵抗していたのですが、諦めてグーにした手をさえちゃんの手のひらに乗せてたのがとてつもなく可愛かったです。さえちゃんも調子に乗っておかわりとか言って、小鳩さんもそれに応えるので、ついに一回回ってワンって言ってとかまで言われて、さすが小鳩さんで、それをもうやりつつ、何の時間だっぽーって怒って、もうやるっぽーっておまじないタイムに入ろうとします。で、ミンチョが子犬頑張れって言ったので、会場はまた爆笑です。小鳩さんは子犬じゃないっぽー、小さい鳩だっぽー、初めての人もいるから混乱するっぽーみたいなことを言うので、さえちゃんが、じゃあみんなで呼んであげてと会場に振ってくるので、会場からはハートって叫んで前半のボケをきっちり回収します。それでやっと小鳩さんが、小鳩のおまじないタイムって叫んで、おまじないタイムが始まります。で、ここで小鳩さんが、今日初めてご帰宅されたご主人様お嬢様、あるいは混乱されたご主人様お嬢様はいらっしゃるっぽーって会場に聞いてきます。結構手が上がったみたいで、小鳩さんが、これがバンドメイドの通常営業っぽ、終わった頃には欲しくなってるっぽとか言ってました。それではここからさらに心に混乱を、違う、心を一つにする時間ぽーっと乗りツッコミみたいなのをかまして、いつも通りの小鳩が萌え萌えと言ったらで始まります。それで会場からは萌え萌えキュンキュンを返すのですが、小鳩さんが、今日は口を閉じてるご主人様お嬢様の数が多いっぽーって言ってきます。で、今日はゼップツアーファイナルのゼップ羽田っぽ。今年のたまりにたまった疲れとストレスと楽しかった思い出とバンドメイドに会えた喜びを全部出しましょうぽーということで、萌え萌えキュンキュンが始まります。小鳩さんはまだお口が開いてないぽーとか言ってますが、萌え萌えキュンキュンを続けます。で、恒例の下手のお嬢様エリアに向かって、お嬢様萌え萌えでお嬢様エリアから可愛い萌え萌えが帰ってきて、小鳩さんが可愛いって喜びます。で、ご主人様萌え萌えで通常の太い声の萌え萌えが帰ってきて、全員でとなって萌え萌えキュンキュンをやりますが、小鳩さんは満足してなくて、こんなもんじゃ曲いけないっぽよ、気合い入れて今年最後っぽよみたいになって萌え萌えキュンキュンを続けます。会場の声はかなり出てましたので、なんとか小鳩さんも満足したみたいで、生声でバーンメイとか2024とかやって、ありがとうぽーでありがとうぽーって返して、まだあるけどぽーでまだあるけどぽーって返すよくわからない展開となり、最後はよく聞き取れなかったのですが、最後まで集中するぽーだったような気がします。で、なぜかズキューンでズキューンって返して、バキューンでバキューン、ドキューンでドキューンって返すという変な展開になって、小鳩さんが子犬にかけてワンってものすごく子犬っぽく叫んで会場から笑いが起きます。で、小鳩さんは違うってなって、ズキュンバキュンドキュンクルポーで会場大歓声となり、萌え萌えキューンでついにこの長い MC は終わって後半戦に入ります。いつもはさえちゃんの後半戦いけるかみたいな雄たけびが上がるのですが、この日はいつの間にかさえちゃんがはけてます。小鳩さんにスポットが当たって、あのミンチョの小気味良いリフが流れてきます。後半戦スタートとなる12曲目はブライテストスターでした。声は酷使しましたが、体的には復活した体力で、思いっきりのチャントで盛り上がります。逆に小鳩さん、あんなに生声を酷使した直後にブライテストスターやるってすごいなと思いましたね。3人とも前に出てきてくれたので、ミサさん見てたらスラップがえげつなかったです。ミンチョのタッピングもすごいし、アーチャーのドラムもすごいです。小鳩曲ってバックの演奏がものすごいですよね。それでサビではジャンプです。小鳩曲はじっくり聴く感じのタイムとかさよなきどりとかと、めっちゃノリノリになるロッキンミータイプがありますが、ブライテストスターはノリノリのタイプのやつですね。
おいおいのちゃんとができる小型曲は今のところこれだけかなと思いますし、なんといってもギター指定でのソロもあるので盛り上がざるを得ません。転調するラッサビからの C メロというかアウトロは私的には最高に好きなところです。続けての13曲目は Get to the Top です。みんなそうなんですが、特に小本さんのギターの弾き方がかっこいいです。絶対形から入ったんじゃないかと思いますが、それはそれで絶対正解だと思います。ミンチョとミサさんは最初からかっこいい感じです。はい、個人的感想です。あと、ミサさんのソロ、小畑さんのソロときて、ミンチョのソロ的なところが終わるときのあーちゃんのバスドラがすごいです。折り入ってます。そういえば、あーちゃんのスティックさばきも美しいですよね。この音がすごいだけでなく、耳も目も楽しませてくれるワンメさんたちって最高です。よく考えたら、その実力がありつつ、全メンバーのビジュアルもいいって、なかなか奇跡的なことだと再認識です。最後はみんなが前に出てきて、それぞれのお立ち台に乗っての演奏になるところで最高に盛り上がって、曲終わりで大歓声となります。次は何が来るかと思っていたら、あーちゃんにスポットが当たってドラムから始まってミサさんのベースが加わり、ベイドラセッションになります。と思ったら小畑さんも入ってきます。ミサさんも小畑さんもスポットに照らされてお立ち台で演奏してます。3ピースセッション、いや何でもいいです。とにかくかっこいいです。これもお給仕でしか味わえないご褒美です。もう小畑さんの演奏は貫禄さえ感じるほどです。このセッションがあるということはそうです。14曲目はアフターライフです。イントロでの思いっきりのチャントから A メロに入っての全力での手拍子です。この流れ大好きです。この曲も私的トップ10に入り続けている曲ですので、もう最高に盛り上がります。アフターライフもチャントや手拍子やサビでのノリが定番化してきて、熟成の域に入ってきた感じです。この曲もあーちゃんの激しいドラムフィルが私的大好物です。2メロが終わってギターソロ前のブレイクしたところで大歓声となって、ミンチョのギターソロで会場は最高潮になります。続く C メロからラッサビときて小畑さんのシャウトです。何回聴いても最高ですし、やっぱり思いっきり両手で小畑さんを指さしてしまいます。最高の余韻のままアウトロでちゃんとして曲終わりとなります。最高です。続く15曲目はベスティでした。この緩急がたまりません。バックの丸いスクリーンに歌詞が映されるので、頑張って英語を読んで口ずさみながらベスティの演奏と歌を見て聴きます。この曲に限ったことではないのですが、ミンチョのピックを持ってる方の手がグーみたいにして弾くのめちゃくちゃ好きなんです。わかる人いてくれるかな。ベスティって小畑さんのリズムギターもミンチョのリフもいいのは当然なんですけど、ミサさんとあーちゃんのベイドラが味わい深すぎる曲だと思っています。お給仕で聴いているとちょっとトランス状態みたいになります。サイちゃんのボーカルも癒されますし、小畑さんのコーラスがまた素晴らしいです。しっとりと曲終わりとなって歓声が上がります。ここでミサさんが多分シグネチャーモデルのベースに持ち替えていたと思います。ギター3人全員がシグネチャーモデルってすごくないですかね。あーちゃんも多分シグネチャースティックだと思いますので4人ですね。こうなるとサイちゃんのシグネチャーマイクが待たれるところです。それで続けての16曲目が The One でした。イントロが始まったところで悲鳴のような歓声が上がります。ステージは暗くなって各々にスポットライトが当たるというエモい演出です。比較的静かでサイちゃんが歌い上げる感じの聴かせる曲なのに、あーちゃんのドラムがすごいです。フロアタムをどこどこ叩いてくれるのが大好きなのでたまりません。最後のミンチョのギターをかぶせながらのラッサビもものすごいエモーショナルで、そこからアウトロになってミンチョの最後の泣きのギターはやっぱり泣かせに来てるとしか思えません。ザ・ワンは本当に名曲だと思います。ここでまた楽器隊セッションが始まります。チューズミンの拡張イントロです。これもお給仕企画のご褒美ですよね。めちゃくちゃ味わい深いフレーズで痺れます。今回のゼップツアーはご褒美たくさんありすぎて本当にメイドさんに放置されている感じがします。ということで17曲目はチューズミです。サイちゃんのボーカルが始まって会場からは最初から完全に息の合った手拍子です。で、イントロでのチャントで盛り上がります。チューズミも完全にお給仕定番曲になった気がします。特に今回のゼップツアーみたいにご新規さんが結構来るお給仕ではやってほしい曲だと思います。2メロに入ったところくらいでミサさんとミンチョが真ん中に来てサイちゃんの後ろで仲良く演奏してます。それでそのままミンチョが下手にミサさんが上手に入れ替わります。こういう演出も良きです。それでギターソロはミンチョが真ん中のお立ち台で顔で弾くギターやってくれてました。会場からのチャントも力が入ります。で、落ちメロの手拍子からラスサビでミンチョの2回目のめちゃくちゃ味わい深いギターソロからの最後サイちゃんの迷わずチューズミーで思いっきりサイちゃんを指さして曲終わりです。こっちは何もやってないのにやりきった感に浸ってしまいます。ここでサイちゃんの
調子はどうだのおたけびで最後の MC となります。ミンチョ、ミサさん、あーちゃんがはけて、小畑さんとサイちゃんだけになってました。小バサイですね。で、サイちゃんが、ゼップツアー3日目だけど、名古屋と大阪来てくれた人って会場に聞いてきてくれたので、思いっきり手を挙げたら、周りもほぼ手が上がる状況でしたので、サイちゃんもすごいじゃんとか、小畑さんもいっぱいいるっぽーみたいに驚いてました。それで続けてサイちゃんが、名古屋、大阪来てくれた方はわかると思いますが、だいぶ瀬戸りを変えてきてます的なことを言って、会場から大歓声が上がります。本当にここまで変えてくるとは思いませんでした。で、サイちゃんが ZEP ツアーでエピックナラティブズの曲全部やるぞって感じでやってるんだけど、いい曲ばかりだーみたいに言って、当然会場から大歓声が上がります。で、小バサイしかいないということで、小畑さんがミサさんとミンチョの真似で、とてもいい曲みたいなことを言うのですが、ものすごく似てました。で、あーちゃんの真似がまたうまくて、サイちゃんもさすがに12年も一緒にやってたらできるんですねみたいに驚いてたら、サイちゃんだったか小畑さんだったか忘れてしまいましたが、あーちゃんは話すときにドヤ顔になってしまうとか、本人もなんでかわからないので困ってるとか、直したいと思ったけど直らないからいいやってなってるみたいな面白いエピソードを話してくれます。で、小畑さんが、それもあーちゃんの良さっぽーみたいに言ったので、確かにと思いました。ドヤ顔で話してるあーちゃんの映像が頭の中にはっきり浮かびましたね。で、エピックナラティブズをみんな聞いてくれてるかなみたいな話から、サイちゃんが私たちはここで止まらないよみたいに言って会場から大声援が上がって、慌てて新曲披露とかするわけじゃないよみたいになだめてきます。小畑さんももうちょっとエピックナラティブズ聞いてくださいっぽねみたいなことを言ってたと思います。で、サイちゃんが新曲もどんどんできてて、12月は休むわけではなく、制作期間に入らせてもらうんですって言ってきます。会場からは簡単のおーっていう叫びが上がります。絶対休むのかなと思っていたのですが、すごいですよね。で、小畑さんが来年はねって言いかけて、言えないことが多いっぽみたいに言ってきます。さえちゃんも言えないみたいに言っていたと思います。来年も楽しみにしてねとしか言えないって言って会場から大歓声となります。それで会場から武道館って声が上がって、さえちゃんが武道館っておっしゃいました？武道館じゃないですって答えて、小畑さんがそれは触れないでっぽーみたいに止めてきます。さえちゃんも私たちも悔しかったんだからねみたいに言ってきます。やっぱり武道館は禁句ですね。で、続けて会場から群馬って声が上がって、さえちゃんが群馬？ああ、群馬は MV でお世話になってますみたいな感じだったので、少なくともここで武道館と群馬はないことが確定しました。で、京都って声も上がりましたが、京都は小鳩がプライベートで行くよって感じだったので、京都もなし確定です。この辺りは翌日の発表の振りだったということが後で分かりました。で、この辺りでみんながステージに戻ってきて、まずミンチョが、あの曲もあるし、あの曲もあるし、あの曲なんかは音源する前にお給仕でやりたいなーとか言ってきますので、会場は盛り上がります。それで1年が早いみたいな話になって、6割なんかついこの間だったと思ってたのに、1年経ってるって言ってましたね。確かにです。ちょうど1年前ですよね。で、サイちゃんが1年充実した活動ができてたんだと思うけど、まあ覚えてねえって言って会場から笑いが起きます。去年は海外も行ったし、今年はアコースティックとかもやったっていう話の時に、小畑さんが今年もやりたいっぽねって言ってきて、会場から期待の歓声が上がります。それでこの時くらいに後ろであーちゃんとミサさんが足を踏んで遊んでいたので、小畑さんから注意されます。ミサさんは裸足なので痛くないのでいいらしいです。で、小畑さんがミサさんに、2024年はどうでしたかぽーって振ります。で、ミサさんが、番外編とかでいっぱいいろんな曲やったよねとか言ったので、これも確かにって思いました。後日、2024年の瀬戸りまとめの動画も作ろうと思っているのですが、確かにめちゃくちゃ曲数やってます。で、ミサさんが続けて、シグネチャーも出せたって言ってきて、会場は大歓声となります。で、スタッフさんが持ってきてくれて披露してくれます。それですごく貴重な情報なのですが、ミサさん的にはサインとか目立つと嫌な人もいるかと思って、ピックガードの裏側にサインした後のことです。これ絶対買ったけど気づいていない方いると思います。持ってる方いらっしゃれば、ぜひ外してみていただければと思います。でも10月くらいに書いたとのことでしたので、それ以前のモデルにはないとのことでした。で、小畑さんがまた、会場のご主人様お嬢様の方が時間が過ぎるのが早いかもっぽーみたいに言ったので、さえちゃんから失礼なこと言った謝れって言われて、ものすごく可愛くごめんぽーって言ってくれてました。それであーちゃんはどうかという話になって、あーちゃんは
夏フェスとかでものすごい人で埋まってるのが圧巻の絶景すぎて気持ちよかったみたいなことを言ってました。さえちゃんから圧巻の絶景って突っ込まれてましたが、まあわかりますよね。それで今年は久しぶりに日本のフェスにたくさん出たので、初めて来てくれた方も多かったはずということで、会場に今年バンドメイドを知った人って聞いてきて、かなりの手が上がったので、今年からよろしくっぽーみたいなことを言ってました。ファン層が広がっているようで良きです。で、確かさえちゃんかあーちゃんが、初めましての方の顔もいっぱい見れて嬉しかったって言ってたので、逆に考えると、常連組は顔を覚えてるってことですよね。私もそうなりたいです。あと、あーちゃんがご飯屋さんとかでバンドメイドの曲が流れてるのをよく聞いたみたいに言った時に、ミンチョが、これ私ですって言ったって突っ込んできます。やっぱりミンチョ面白いです。それであーちゃんが続けるのですが、メモラブルが流れてて、最初わからなくてドラムうまいなって聞いてたら、私だってなった的なことを言って会場から笑いが起きます。で、こんな感じでお店とかで聞いて、なんかいいと思ったらお給仕に遊びに来てほしいですっていいこと言って締めてました。で、なんかあーちゃんが自信なさげな感じだったので、さえちゃんが、ここにいるのはみんな味方だよ、ねえみんなって言ってくるので、当然会場は大歓声で答えます。で、確かなぜか、あーちゃん大好きって会場から叫ぶ流れになって、あーちゃんが泣きそうになって、確か小本さんが、あーちゃんまで泣いたら、今日2人も泣くことになるっぽーとか言ってましたね。で、ミンチョの番になって、今年はいっぱい曲作ったということと、設備周りが充実したみたいなことを言ってました。当然シグネチャーモデルの話にもなって、プライベートストックも作ってもらえたので、本当に夢が叶ったって言ってましたね。確かにすごいことですよね。なので、これからももりもりいっぱい曲作っちゃうぞってめっちゃ可愛く宣言してくれて、会場は大盛り上がりとなります。で、もう終わりということで、両手を小畑さんの方に出して、どうぞみたいに小畑さんに振ります。で、小畑さんの番になって、いろいろありすぎて何を言ったらいいかわからないっぽーみたいになって、さえちゃんから言っちゃいけないこともあって何喋っていいのか難しい、ボロ出ちゃうかもしれないし、みたいに言ってましたね。確かに小畑さんとかミンチョとかあーちゃんとかはボロ出しそうですしね。小畑さんも私が一番ボロ出しそうとか言ってました。で、その時くらいにもう出番を終えて緊張がほぐれた3人が小畑さんの iPad で遊び始めてました。小畑さんが MC して他3人が遊ぶ。これがバンドメイドの MC ですよね。それでさえちゃんから、あれじゃないですか、久々の一番星って振ってきます。その振りに応えて当然会場からは、よー一番星って声が上がります。で、小畑さんが、久々の小畑曲ですが、一番星ではなくて、ブライテストスターなんですけど、一番星でいいですっぽーみたいに開き直ってました。で、去年は海外とか行ったけど、今年は日本の全国回れたみたいに小畑さんが言って、さえちゃんが全国ではないけどなって突っ込みます。で、小畑さんが九州から北海道まで来たので、そこで出会いもあったっぽーみたいにいいこと言ってるのですが、さえちゃんは、へーみたいに流します。でも小畑さんはめげずに、来年はもっと楽しみだなって思うぽーって言ったら、さえちゃんが、ごめんな言えなくてって言ってくるので、いやでも期待してしまいます。それで小畑さんがびっくりしちゃうと思うぽ、バンドメイド全然認めないって言ってきて、さえちゃんもまだまだ走り続けるよみたいなことを言って、ますます期待することを言ってきます。で、会場から楽しみにしてるよって声が上がって、小畑さんがそれを受けて、みんなついてきてくれるぽーって言ってくるので、当然会場からはイエーイの大歓声で答えます。それで最後のさえちゃんの番になります。12年目になって新しい方も増えて、バンドメイドファミリーが増えてきてくれて嬉しかった、ありがとうございます的なことを言ってくれます。続けて決意を表明する感じでエピックナラティブズのリリースしたけど、まだまだ届けたいことがいっぱいあるので、これからも応援よろしくお願いしますで大歓声です。本当に来年が楽しみになってきました。で、さえちゃんがラストスパート行きますけどみんな声出せるで、当然会場からは大歓声が上がり、まだまだ膝は壊れてないかのさえちゃんの叫びで大歓声とともに最終セクションに入ります。いきなり小畑さんのシャウトから始まります。ラストスパート最初となる18曲目はトワエモアです。いきなり会場はテンションマックスでシンガーロングです。めちゃくちゃヘビーでダークなのにメロディアスな感じはバンドメイドならではのことと思います。とにかくミンチョのカオスなリフやリサさんの響いてくるベース、あーちゃんの変態リズムの激しいドラム、すべてがたまらなく好きです。サビもキャッチーですしヘドバンしてしまいますしね。あと音源聴いてる時には気づかなかったのですが、バスサビであーちゃんブラストビート叩いてるって思いました。違ったらすみません。
とにかくものすごいドラムでした。アウトロでも思いっきりシンガロングして気持ちよく曲終わりとなります。完全に体は覚醒して膝もまだ大丈夫です。続けての19曲目はアンリッシュでした。サイちゃんの力強いボーカルで始まって、イントロのところで会場からのチャントを受けながら、サイちゃんがお立ち台に立って笑顔でフリフリダンスしてくれます。ミンチョもお立ち台でギター弾いてくれてました。会場からのダンダンディディダンダンもめちゃくちゃ声出てました。それでサイちゃんが上手のステージギリギリ前まで出てきて歌ってます。このサイちゃんに限らずですが、いろいろステージ上で動いてくれるのっていいですよね。2サビが終わって C メロでの拍拍子も力が入ります。それでギターソロになるのですが、久保田さんが真ん中の立ち台に立ってソロを弾き始めます。めちゃくちゃかっこいいです。それでミンチョも同じように立ち台に乗ってギター指定バトルです。まだご褒美が残ってました。久保田さんもミンチョもめちゃくちゃ楽しそうにギターを弾いてるのがわかります。最後は背中をつけて演奏するのを見せてくれて、もう胸がいっぱいになりました。本当にかっこいいですし、可愛いですし、とにかく最高です。最後アウトロでのチャントとダンダンジジダンダンを大声で叫んで曲終わりとなります。最高でした。次の20曲目がノーゴットです。最後半にマックスのジャンプ曲です。サイちゃんが膝は壊れてないかと叫んだのはここからのことでした。イントロから全力のチャントをしながらのジャンプです。サイちゃんもめちゃくちゃ煽ってきます。それでルールルーのところで人差し指を上げて手を振るのは完全に定番化しましたね。それでサビでまたジャンプとシンガーロングです。少なくともイントロ感想サビがジャンプなので、やっぱりノーゴットが一番体力使いますが、逆に楽しいということですよね。ミンチョは前に出てきてギター弾いてくれてますし、グーにした右手でピッキングしてるのを堪能できました。サイちゃんがまたなんか可愛いダンスしてるのも見れましたね。それでまさかのミサさんソロの前に小畑さんソロからの楽器隊セッションとなります。めちゃくちゃかっこよかったです。それでお立ち台でミサさんのベースソロとなるのですが、そこにミンチョも加わってギターバトルとなります。まだこんなご褒美がありました。信じられないサービスです。それで落ちメロになって唯一体と声を休めながらサイちゃんのボーカルに聴き入って、ラスサビでまた全力でシンガーロングとジャンプして We have got to win でチャントとジャンプでのアウトロとなって曲が終わります。かなり膝が壊れ気味となりました。それで続けての21曲目は玉屋でした。2連続でのジャンプ曲です。膝が少しやばくなってきます。会場の照明がミラーボールの照明みたいになっていて、ダンスホールみたいになってます。これめちゃくちゃ良かったです。ダンスホールみたいだし、祭りって感じもしました。踊れってことだと思いましたね。後で確認したら本当にミラーボールがあったんですね。いやいや、本当に今回の Z ツアーはやってくれてます。それでこればっかり言ってしまってますが、ばあちゃんのドラムがすごいです。フロアタム叩くところが本当に祭りで大太鼓叩いてるみたいです。補給時での玉屋は本当に楽しいです。曲終わりでサイちゃんのありがとうゼップ羽田次がラストだの叫びが上がります。鳥を飾る22曲目はもう分かってましたがマギーですね。最後3曲がジャンプ曲です。サイちゃんの言葉を理解できました。膝への破壊力がすごいですが、最後なので最後の力を振り絞って思いっきりジャンプしました。この曲もみんながお立ち台に乗って演奏してくれるのでめちゃくちゃ盛り上がります。この曲もイントロ、間奏、サビでのジャンプとなるので、膝を休められるのはそれ以外だけです。っていうか、膝だけじゃなくて足の裏も限界が近づいていました。でも、もうドーパミンとかアドレナリンが出てるみたいで、完全に興奮状態みたいになってジャンプします。それでミンチョのギターソロから落ちメロで手拍子となるところは私的に大好きなところです。それでついにラスサビとなって、本当に最後の力を振り絞ってジャンプして、最後アウトロでのチャントで声を出し切ります。曲終わりでサイちゃんのありがとうの叫びと、最後の吹き鳴らしでサイちゃんの来年もバンドメイドよろしくな、ついてこいよ、またお会いしましょう、バンドメイドでしたのお叫びです。いつもサイちゃんの叫びが聞けてなかったり覚えてなかったりなので、今回は必死で守りましたので多分合ってると思います。それで吹き鳴らしが終わって大歓声が上がる会場に小本さんのそれでは気をつけていってらっしゃいませ、バンドメイドでしたポーバイバイクルポーでゼップ羽田デイ1は終了しました。いやいや、やっぱりまた最高を更新してきます。何なんでしょうか、このポテンシャルはすごすぎます。しかもまさかこんなに瀬取りを変えてくるとは思いませんでした。エピックナラティブズの全曲見て聴けることもすごいですし、既存曲の入れ方もすごいです。しかも3ピースセッションとか、ミサさんとミンチョのギターバトル2曲とか、拡張イントロとか、ギター指定バトルとか、まさかのノーゴットでの楽器隊セッションとか、もうこれでもかのアレンジモリモリでやってくれるのって、
ものすごい贅沢というか、お給仕に帰宅するってこんなに素晴らしい経験ができるんだと改めて感じましたね。こんなにご主人様お嬢様に奉仕してくれるメイドさんって本当に最高です。いや、最高という言葉では表現できないくらいです。本当にいいお名手になってよかったと思いました。ちなみにこの3連続ジャンプ曲でジャンプしすぎたからか、後ろポケットに入れていたスマホが飛び出してしまったようで、お給仕終わりで後ろの方にスマホ落とした方いますかって言われて、あ、私のですみたいな感じで受け取れて、なんとかスマホをなくすという最悪の結果は免れました。気をつけなければと思いましたね。さえちゃんのいつものポストは、1日目終了、皆様ありがとうございました。楽しんでいただけたかな。良い景色を見せてくれてありがとう。また遊びに来てね。バンドメイドで気持ちを教えてよ。明日はソールドアウトです。楽しんでこ。ゼップってやってるよ、コバとは。何やってくれてたんだっけ。わらでしたね。もう本当に楽しんでいただかせてもらいました。残すはあと1回です。ゼップツアーのラストでもありますし、2024年のラストでもあるゼップ羽田デイ2のお給仕です。膝と腰と足の裏をケアして挑みたいと思います。はい。ということで今回は以上となります。それではまた次回。